ドラッグクイーンの場合はなんか間違いって基本的にはない。名古屋大学行っててで研究員みたいな流れを考えてたんですけど、ドラッグクイーン側にめちゃくちゃ夢中になっちゃうっていう。日本を代表するドラッグは誰？同性婚したい派？ああ、したい派。とユリカ・アンダーシアドラッグクイーンです。私がメインでやってるのは、こういう派手な女装の格好をして接客、バーでお客さんとお話ししたりお酒を出したりするってお仕事をしてますね。すいません、下のお聞きはボーボーボーユリカ・アンダーヘアです。じゃなくてユリカ・アンダーシアです。よろしくお願いします。最悪だよ。はい、ダダズベリー。最初はゲイバーのバーテンダーとして働いてた時期があったんですけど、その時に働いてたお店がたまたまそのドラッグクイーンの方がやってるお店で、それを見てめっちゃかっこいいじゃんみたいな、楽しそうってなって、もうバーテンダー2週間で辞めて、そこからドラッグクイーンをスタートしたって感じですね。下のギギはボーボーボーユリカ・アンダーヘアです。じゃなくてユリカ・アンダーシアです。そうです。そのお客さんに覚えてもらったりとか、ユリカユリカって声かけられたりすると、なんかこの仕事楽しいっていう、それがずっと定期的にあるから続けてられるっていう感じですね。よいしょ。こんなわけ。今日どうですか？仕事的。今日はね、なんか空回ってます。でも元気。曲芸量とか憧れだったの。お客さんが入ってきて、でいらっしゃいませって迎えに行ったら、うわ気持ち悪いみたいな感じで怪物みたいなこと言われて、そのまま帰っちゃうみたいな、お店に入らずに。その時はちょっと辛かった記憶がありますね。みちこと申します。よろしくどうぞ。あ、一応取材してたんだよね。配慮のできるおかまだわ。ユリカさんは頑張り屋さんで影の努力者、努力してるのを見せない。私はね、本当に来るものを拒まず、去るものはとことん追うっていう。地獄の果てまで追うわよ。結局なんか出たり入ったり従業員するけど、結局残るのこの3人。この3人が残る。そうそうそう。だからなんだかんだ仲良くやってます。安心感じゃないけど。やだ。だからね、ごめんなさい。普段そんなこと言わない。ね、こう回ってる時だけいやらしいおかまだよ。安定感感じながら。ダメなところは？ダメなところ。ダメなところ。メンタルが弱すぎるところ。確かに。逆に言えばこのメイクをして変われるからいいはいいんじゃない？そう。素の人間はメンタル弱いけどメイクをしたらちょっと強くなれるみたいな。ユリカ・アンダーシアの部屋です。声かれてた。散らかってます。散らかってます。掃除が苦手なので。ドラッグクイーンになる前いろいろしてましたけど、基本は学生、名古屋大学行ってて、大学在学が11年ぐらい。大学院も行きました。修士、ずっと物理の勉強と研究をしてという感じでしたね。物質の原子の構造を調べたりしてた時があって、それのソフトのマニュアルです。これ X 線で結晶を撮影して、その中にどういうふうに原子が配列してるかっていうのを調べることによって物質の性質が分かるみたいなの研究をしてた時があって、一個のことだけ見て突き詰めるみたいなのが結構昔から好きなので、普通に大学院行って修士行って博士行って研究員みたいな流れを考えてたんですけど、その途中でドラッグクイーンを並行で始めちゃって、なぜか
ドラァグクイーン側にめちゃくちゃ夢中になっちゃうっていう。大学院側を全部やめてドラァグクイーン側一本にするっていう。やめたんですか？やめました、最終的には。後悔全然ないんですよね、意外と。これ本当に自分のやりたい研究かみたいな悩んでたのはちょっとあって、でその時にそのドラァグクイーンを始めたんですけど、新しいこと尽くしでその服を作ったりとかウィッグをセットするとか自分の好きなメイクをするとか感覚的な表現みたいなところが大きくて、それがそれまでの人生にほぼなかった経験を急にドカーンといっぱい食らって、うわなんか楽しいみたいな、なんていうのかな、ゲイっていうことを受け入れてはきたけど基本的には隠してたので、それを武器にして逆に隠さなくていいんだっていう、よりなんか自分をオープンにしていいんだっていう嬉しさも相まって、インスタの投稿で青く塗ってる人をたまたま見て、なんかメイクって人のその肌の色までちゃんと変えていいんだっていう衝撃を受けて、でそこで初めて青にしたらなんかすごい楽しかったんですよね。元の自分から変わりたいっていう気持ちもあったので。なんか最初の頃は肌色で普通に肌色っていうかベージュでメイクしてたんですけど、でもテンション上がんなくて、そのめっちゃ変われると思ってこのメイクを始めたんですけど、その色でお客さんが覚えやすいみたいな、名前は分かんなくてもゆりかアンダーシアっていうなんか青い人いたねみたいな。もうこの青のなんか三吉っていう会社のやつなんですけど、歌舞伎の役者さんとかが使うメーカーの化粧品で、本当にいろんな色があって、でなんかこの白を入れるとリカマンだ。ちょっと待ってください。やばい。それで出る。そうです。ありがとうございます。心にお願いします。すいません。カラーをしますね。はい。はい。で、サラダルの方はもうそのまま引いてありますので。ありがとうございます。助かります。ありがとうございます。その状態でも出ちゃう。やっぱ出ちゃいます。なんかでもなんかお客さんは結構この顔で出るとわっみたいになりますけど、業者さんとかはそこはさすがプロなのか何のリアクションもしないことがほとんどですね。だいたい最近40分ぐらいですね。最初の頃なんて下手したら2時間とかかけてた時ありましたよ。2時間かけてお客さんの前で行って化け物妖怪って言われて、でも最近40分でやってもう化け物とか言われなくなった気がする。自分自身が別に女の子になりたいとか、普段から女の子になりたいとかはない。あくまで性自認は男で好きな対象が男っていう全く違うキャラクターになるっていうイメージでいつもやってて、それがすごい奥深いというか、髪も顔も服も普段と違う格好になるので、ユリカ・アンダーシアっていう新しい人格、もうすっぴんの自分は一回忘れてユリカ・アンダーシアっていうキャラクターが自分の中でどんどん育っていく感じ。青いメーカーもでも今の気持ちはずっともう青で基本でやっていきたいなっていうのはありますね。感謝の気持ちを込めまして、気持ちいい。